はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、元気？いやーもう、暑いね。柴崎も麦茶を飲みながら頑張ってます。ねえ、そんな中ね、もう柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。ねえ、たくさんの本当にもう応援のメッセージ、コメント、本当に励みになります。柴崎ね、もう全部読んでるからね。はい。あなたもよかったらコメントくださいね。そして、高評価も本当に励みになります。その中、またよかったらね、チャンネル登録もちょっとお願いできると、なお、柴崎も嬉しいんですけどね。はい。さてですね、今回のテーマなんですけど、こちらなんですよ。はい。ね。もう何回か話してるね。グラフィック社さんからね、出た、これ新装版っていうね、まあ、水彩画の技法書なんですけどね、透明水彩風景画を描きましょうってやつです。今日はこの中からですね、一部ね、抜粋して動画の形であなたにお見せします。この中に本当いろいろなね、もう、ありとあらゆる、テクニック書いてあるんだけどね、その中から一部抜粋してやってみます。ね。どんなことやるか。それはね、見てのお楽しみです。意外や意外。ね、水彩ってこんなことするのって多分ね、やってない方いっぱいいると思うから、ぜひ見てください。はい。それじゃあ、この中からね、柴崎がやること、何かな？言ってみましょうね。はい、この本ですね。透明水彩風景画を描こうという本の中なんですけども、今日はこの本の中でやることはですね、どこになったかな。今日はね、ひっかきの効果ですね。待ってください。ひっかき。後ろでした。これですね。はい。お待たせしました。ひっかきの効果でね、これ、下地の色を作り出すというね、岩肌の材質感の表し方というページなんですよ。ね。岩もいろいろな岩があるけどね、一般的なイメージとしては、ゴツゴツザラザラしてるっていうイメージですよね。ゴツゴツした感じ、どう描くか。これが階段状にね、デコボコした感じ。こういう理解するとね、ひっかきもやりやすいんですよね。じゃあまずこれで、この岩の描き方をやってみます。で、その応用編として、例えばこんな風景を描いてみようかなと思います。はい。それでですね、まずこの本の基本に流れているものっていうのはですね、何かっていうと、たっぷりの絵の具を使いましょうっていう、まずそれが基本なんですよ、この本のね。で、そのたっぷりの絵の具を使って描く、そのためにはですね、筆がですね、この一番最初にこう示してあるんだけども、これね、これ実寸大なんだけど、この20号の丸筆というね、これなんですよ。これがこの本の命です。あなたもね、水彩描いていて細い筆使ってませんか？この丸筆20号ですよ。ほら、こんな太さです。これ一本で描こう。で、水彩画の本当の魅力を引き出そうっていうのがこの本の一番の命なんですよ。その中で今日やるのは、ひっかきの効果、岩のゴツゴツ感、ザラザラ感ですね。はい。そこで引っかくためにですね、必要な道具です。はい。例えばこんなもんです。これはペインティングナイフってもんだけどね。これがないかったら、例えばこんなもんでもいいです。ね。定規というか物差しというかね。何でもいいんだけど。なんかそれに類したもんでいいです。はい。
それをまず用意するというわけですね。では早速これガム2つに分けるね。こっちにこれをちょっと試してみて、そしてこっち側にそのですね応用編を書きますからね。はい。でとにかくこの技法書はね柴崎もう今節丁寧に説明してあるんですけど、どうしてもコマ数がねこうなるから、やっぱり動画としてね今日はあなたにもっとこれがね身近に感じられるようにノンストップでお見せします。まずゴツゴツ、ザラザラしたという意味でね、これに岩書くんですけど、少しこう分かりやすく階段状にねどんな形でもいいから、なんかゴツゴツした岩というのをイメージしてください。こうやって、はい。でもこうやって、四角いブロックがこう積み重なってるって、そういうイメージですよ。そういう岩をイメージしましょう。そしてまずですね、書いた時にどういう効果を狙うかということを考えます。はい。それはこれなんですよね。書いた時に出てくる色です。それを分かりやすくやりましょうね。例えばもうとにかくね太い丸筆でですね、絵の具をたっぷりと描くと、まずこれがコツです。でも何でもいいんですよ。適当にまずのせます。ね、今日絵として分かりやすくしますからね。赤、どんな赤でもいいです。適当にですね。はい。分かりやすいでしょ。緑です。これも適当です。この辺でもいいかな。はい。でやったらですね、乾かします。はい。乾かす。ですね。じゃ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 。はい、乾きました。で乾いたんですけど、次にこの仕事をするんですけどね、この仕事をする前にもう一回確認です。これね、こう四角いような、ピラミッドみたいなもんですよね。それがこう積み上がってるってイメージです。だから大小さまざまな、立方体が積み上がってるんですよ。それが上から太陽が来てくるから、立方体だからね、これ立方体だから上が一番明るいわけよね。そして側面、太陽の向いた風な側面が少し次に明るい。こっち反対側日陰だから暗いよね。そういうイメージを持ってください。ここをまずしっかりします。ね。それで今から作業します。どういう作業か。これで引っかくんですね。はい。これ引っかく時のコツがあります。あらかじめ言いますよね。とにかくここに立方体の上の面、側面、日陰の面っていうふうに作るんだというわけです。これだから大きく面に沿って引っかくというイメージですよ。そう言ったってなかなかうまくいかないよね。でやってみせるからね。これ面白いから絶対やった方がいいよ。これ岩がねうわーっとあっという間にね岩っぽくなるからね。それいきます。それで岩の色ってね決まってないけど、誰でも分かりやすいようにちょっとねバンタンバーね、これもたっぷりです。とにかく20号の筆でたっぷり濃いめに、もう柴崎のこの本のねこの根幹をなしているのは太い筆でたっぷり絵の具を濃いめに研ぐ。でもこれですからね。もう絶対この本買って損はないから試してください。はい、たっぷり用意してしたらですね塗っちゃいます。最初の形に別にこだわることないんですけど、でもあんまりいい加減に塗ってもね大変でしょうから。でこれ塗る時にですねあんまり何回も塗らないってことです。何回も塗るとですね下地に塗った色は溶けちゃうからですね。はい。で塗りましたよ。塗ったら次に乾かないうちに、忙しいんだから乾かないうちに引っかきます。いきますよ。例えばこうです。これ岩の上の面ですね。ここら辺に上の面があるかな。こっちにもあるかもわかんないよね。こうやってねこういうところにもある。
上の面かなと思われるとこう自分でこう引っかきます。例えばこうです。次に日向なんだけど弱い日向、それはこうそーっと引っかきます。そーっと引っかいたらまた戻すぐらいの気持ち、こうやって、どのくらい引っかくかは力加減はあなた次第です。あんまり強く引っかくと日向と同じになっちゃうから気をつけようね。このくらいでいいかな。こう引っかきすぎたら戻そうね。絵の具をね戻します。そして最初に引っかいたところが圧倒的に明るくって、次に引っかいたところはさほど明るくないという状態にします。どう？これで岩っぽく見える？少しは見えるかな。次にですね、次に日陰です。日陰というのはその固有色、暗くて冷たい色、今バンタンマだからね、じゃあ思いっきり冷たいプルシャンオイル混ぜたから、ほらもうこんな暗くなっちゃったから、濃いめにたっぷりですよ。それでこっちから光来てるよね。こっちが上から、こっち日陰かもわかんないよね。こっち日陰、ここにも箱があるから、この箱はこっち、この箱はこれ日陰かもわかんない。こういうふうに、日陰じゃないかなとちょっと割り切ろうね。こうやってね、例えばこうです。もう一つ作ってもいいかな。例えばこうです。それで日陰には反射の明るさがあるからね、これでね少しだけごめんなさい、少しだけこうやって引っかくんですよ。そうあまり明るくなりすぎない程度に、このくらいかな。あるいはですね、これでこう傷をつけてもいいです。こうやって傷をつけて岩の割れ目みたいのを作ってもいいです。どうかな。岩の立体に見える？この考えなんですよこれね。もちろんこうやってですね、少し引っかきすぎてしまったあなたはこういうとこね、もう一回弱い日向のところに少しこう色を足してもいいし、から、こっちは書いてないんだけどね、こうなってね、岩の割れ目とかですね、なんかをね書いて楽しんでくれても大丈夫ですよ。そしたらもっともっと立体っぽくなってきます。どうかしらね。面白いでしょ。ここも日向かな。じゃあまたこう濡らしてね、こうまた今度こうね、こう引っ掛けばいいんだよね。でまたこう日向になっちゃうから、ほらこんな感じですね。でそれで分かったところで、じゃあ例えばこんな感じの絵を描いてみようってわけですね。はい。断崖絶壁、ガガ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 ってこうなって、さらに向こうの方に違う形にしようかな。なんかじゃあこんな断崖があってですね、下の方に海がはるか向こうに水平線がこうあるかなですね。それでここのところに、灯台があると、こんなんだよね。こうなってる。すごいですね。例えばでこういう岩があってね、そんなイメージです。はい。面白いんだよね。それでですね、じゃあ光がこう来てるからね、こっち日陰ですよ。近くには遠い岩です。だからこの灯台ね、こうなってこっちが日陰だよね。こうかな。灯台のところにちょっと赤なんかも出そうかな。ちょっと赤入れてね、こんなにね。このお家も屋根赤くしようかな。お絵描き面白いね。日陰です。でこうだった。後ろの方にも樹木描いちゃう。これは
はねイメージで楽しいですよね。はい。そして、空ですね。汚れた水でもちょうどいいんだよね。味が出てね。これこうやってこうかな。こうだよね。にじみの効果で雲なぞを書いてですね。よいしょ。はい。で次にやるべきことですね。もうあなたには分かってます。そうでしたね。下地の色を入れるんですよね。はい。もう断然どうでもいいです。じゃ楽しんでやってください。引っかいた時にこんな色が見えたらいいなと思う色ですね。結構はっきりした色でいいですよ。全然決まってません。こんな色でもいいです。こんなんいいですね。よいしょ。引っかいた時ね、こんな色がチラチラって見えたら面白いだろうっていうイメージです。はい。じゃあできたので乾かします。面白いね。あっという間に絵ができてね。はい。まああれだよね。こうやって例えばこんなんってね、遠くの方のこの雲こう作ってもいいんだよね。こんなんやって遠くの方の雲、近い方の雲、よいしょ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 。でこの上にやることですね。はい、暗い色でした。でもこっち遠いところ、近いところ、じゃあ遠いところやりましょうか。暗い色なんですけども、遠いところだから少し青かなんか足すね。はい、このくらい色がいいかな。それで今の形は決まってません。よいしょ。こんなんでいいかな。これはね、まあ上の方暗くして下の方こうちょっと明るくしてあげると、こうなんか空気感が出てね、これ下の方、こっち下の方みたいな感じになっていいんですけどね。こうです。で引っかくんだよね。太陽こっち側来てますので、まあ基本的には上が明るい。でなんか遠くの方だからあんまりこう複雑にこう引っかかないということですね。肝心なのはどここうして引っかいて、まあほどほどで終わり。こんなもんかな。はい。で今度手前ですね。手前は思いっきり暗くですよね。バントアンバーでいきましょうね。で塗ると。ここもうこの段階でタッチがこうゴツゴツってした感じに見えるといいんだけどね。よいしょ。こうかな。こうかな。こうだね。よいしょ。はい。まあこの下の方に行くとこっちも同じなんだけど、少しねこうちょっとクールカラーにこうしてあげるとね、余計まあ空間感が増すんだけどね。こうしてあげるとね。それで、引っかきですね。はい、こうだよね。結構大胆にですね。で、こう引っかいてくるんですけど、ここにさらにこれよりも手前の岩があるともっと強くです。このくらいと、これほらこっち奥行き見えるでしょ。こういうやり方です。上の形を意識して太陽上から来てますからね。ここ上ですよね。こういうとこでこう階段に見えるようにですね。階段に見えるようにこれもこうやって上があって
こっちは太陽が当たるわけね。こっちが太陽来てるから。こうなって、いくつか、例えばこういうとこもちょっとこう、ね、光がちょっと当たってもいいですよね。こうやってこうからこういうとこにちょっとこうやってですね、取り替えてもいいかな。こんな感じですね。はい。で日陰のところは暗くて冷たい色を作りまして、こうもうこう形がこう見えてればもうこのままでいいんですけどね。側面の部分ですね。側面とかもう一回こう引っかきすぎたらこうやって絵の具を戻してくださいね。こうやってね、こうやってできるだけ立体になるようにですね。はい。で日陰の面、例えばこっちですね。手前ほど日向日陰の関係を強くして、奥は少しそれは弱く、だからちょっと明るめですよね。これに比べて明るめにしてこんな感じ。どうかしら。こうやってこれやめようか。これやめてですね、下の方に下の方飛んでたらかっこいいかな。このぐらいかな。このぐらいね。こうやって、そして遠くの岩もですね、あまり過激にならない程度にゴツゴツした日陰を作って、このぐらい、こうやってですね、下の方からね波がザブーンと来るのもいいかな。はい、どうでしょうか。こんな具合です。はい、出来上がりましたよ。ねえ、ガリンコンって引っかきました。はい、面白いことでしょ。そうなんですよ。でもやっぱりこの本のね、最初に書いてあることなんですけども、こういうテクニックができるのもですね、柴崎ね、太い20号のね、水彩筆を使っているということが前提になってるんですね。それで、こういう表現もできますよってことなんですよ。ね。ぜひ試してみて。面白いんだから。なかなか岩なんてね、モチーフにしない人いるかと思うんだけど、面白いでしょ？はい。風景画には欠かせないよね。試してみてください。さて、これ書き上がったところでお知らせがあります。柴崎はですね、この7月の31日から8月の5日まで、東京西新宿でね、個展を行います。ね。それとね、月に1回、やっている、アートクレヨンを使ってのお教室もあります。いずれもね、柴崎とあなた、一緒にね、楽しみの時間ですからね。ぜひ、ご参加ください。この個展とアートクレヨンの教室のね、お知らせ、内容は、この動画の概要欄からね、見て申し込むことができますので、待ってますよ。ね。はい。とにかく暑いからね、食欲のそそるもの食べて頑張りましょうね。はい。ということで、今回は、この本の中から抜粋して、一部抜粋で、ガリンコとやってみたというお話でした。はい。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。熱中症気をつけようね。はい。ではまたすぐ会いましょうね。はい。どうもありがとう。
はい。ね。はい。お気をつけて。ありがとう。